凍結機を作りました。水を氷にしたり、マグマを黒曜石にしたりできる機械です。ちなみに、指輪やネックレスを凍らすこともできて、凍らしたアクセサリーを装備することで、水の上を歩くことができます。これはちょっと、便利な気がする。豚さんを見つけました。蔵をつけてジャンプしてみると、おお。飛べる豚さんは、ただものではないですね。とはいえ、モア太郎とは違って、飛行中に再ジャンプすることはできないので、隣の島に行ったりするのは不安な感じ。豚は所詮、豚だね。と、そんなこんなで、エーテルの進捗もいろいろ達成できてきました。次はこの、ピンクの石を見つけてみたいんだけど、こんなの今までありましたっけ？この石はグラビタイト。エーテルのダイヤのような存在です。重力と反対方向に動く特徴があって、上に何の抑えもないと、遥か上空まで浮かび上がっていってしまうようです。なるほど。ということは、浮島の下の方を探した方が見つけやすかったりするのかな？あったわ。本当に浮かんでくるんですね。と、早速祭壇で鉱石を精錬し、エンチャントされたグラビタイト、ゲットだぜ。流行りのピンクも手に入れて、いい感じですね。せっかくなので、グラビタイトの装備も作ってみたいのですが、やっぱり全然足りませんね。念のため、拠点の周りをプラプラと探してみたのですが、やっぱり見つかりませんでした。エーテルのダイヤというだけあって、全装備を揃えるのは大変そうです。まあ、焦らず探していくことにしましょうか。と、前回ゲットしたこちらのハンマー。こんな感じで、遠距離攻撃ができるアイテムだったみたいです。相手を簡単に吹き飛ばすことができるので、これは確かに、神々の力って感じ。シルバーダンジョンにやってきました。ブロンズダンジョンの戦利品もあるし、ちょっと腕試しにバルキリーの皆さんと戦ってみようというわけです。と、ボスと戦うには、バルキリーさんを10匹倒さないといけないようですね。まあ、このゆかりさんにかかれば、そんなのちょちょいのちょいですわ。そんなこんなで、勲章を集め終わりました。さあ、バルキューレの女王よ、いざ尋常に勝負、です。あれ？なんかバトルが始まらないのですが。もしかして、こんな姑息な手は通用しないってことでしょうか。仕方ないですね。このゆかりさんが本気を出す時が来たということです。さあ、いざって、ちょっといや、まあそんなというか私本気出してませんでしたし。いや本当に別に全然こんなもんじゃないんですよね。私、みんな他の動画とか見てくれてるから知ってると思うけど本当に普通にマイクラプロですし、私こんなモブに負けるような感じじゃないですよねということで、さすがに準備不足だったので、ブロンズダンジョンを攻略中。ボスを倒した時の戦利品を集めて、装備をガチガチに固めていこうというわけです。サクッとクリア。さて、宝箱の中身は？結構見たことがないやつが入ってますね。これは加速のマント。1ブロックの段差を無視して歩けるようになるみたいですね。これは相当便利ですね。と、続いてこちらの雲の杖を使ってみましょうか。かわいい。この杖を使うと小さなゼファーを召喚できるようです。近接武器で敵を攻撃すると、ゼファーたちも氷のつぶてを飛ばして、一緒に援護攻撃をしてくれるみたいですね。かわいいだけでなく強いだなんて、できる子。と、今装備した反発の盾は、装備するとプレイヤーの周りに青いバリアが出て、動かない間、飛び道具を跳ね返してくれるようです。こちらも便利そう。とはいえ、動いちゃいけないってのは、ちょっと使いどころさんが難しそうですね。なんか、止まるたびに画面が可愛くなくなるのも、ちょっとやだ。と、
別のブロンズダンジョンを攻略中。で、またミミック。で、なんか見たことないやつが出てきました。こいつはセントリー。ブロンズダンジョンの特定の床を踏むと現れる敵で、プレイヤーに近づくと自爆してくる厄介なやつです。なるほど。なんだかシルバーフィッシュみたいな感じしますね。と、その後は、サクッとボスを倒して、お宝はなんじゃろな、と。ふんふん、これ、バルキューレのランスって。バルキューレが使ってる武器ってこと、ですよね。なんだか、とんでもないものを手に入れてしまった気がするぞ。それでは、早速使ってみましょう。と、ランスというだけあって、ちょっと離れた場所からも攻撃できる感じ、かな。さすがに弓矢とは違って、長距離の攻撃はできないけど、それでも普通より離れた場所から攻撃できるのは便利ですね。続いて不死鳥の弓です。名前がいいね。見た目から察するに、火属性って感じですが。やっぱり燃えてます。いやはや、強い武器が手に入って、これはシルバーダンジョンもいけるのではないでしょうか。というわけで、女王の部屋までやってきました。へへへ、負ける気がしません。一応ベッドも作ってきました。リスポーンするとき、いちいち拠点まで戻ってたら面倒ですしね。さあ、それではバトルです。よし来た。さっき戦った時、一撃のダメージが大きいことが分かったので、近づきすぎないように気をつけながら戦いましょう。で、あれ？雷の投げナイフ、効いてない？まあ、他の武器で攻撃していきましょう。と、近づきすぎないって意味だと、ランスは最適ですね。なんだ、このくるくるしてるやつ。あの弾、調べても何なのかわからないですね。まあ、警戒するに越したことはないですね。で、はぜた。どうやら、一定時間経つと爆発するようですね。ボスだけではなく、こちらにも注意しないといけないとは。苦しいですが、仕方ないですね。しかし、距離の詰め方がすごい。ぐいぐい来すぎですよ。水に入っちゃうと本当に危ないです。でも向こうも。よし、今のうちに。ちょっと、テレポート、ずるすぎないですか？しかし、私だっていつまでもやられているわけではありません。私はプロのクラフターなんですよ。さあ、ゴールが見えてきました。あと一撃、行くぞ。勝った。シルバーダンジョン、クリアです。宝箱の中身には、またしても見たことのないアイテムたちが。バルキューレの装備に、再生の石。何に使うのかは、まだ皆目見当がつきませんが、それでも、収穫には間違いありませんね。さあ、帰りましょう。もうクタクタですよ。さてと、こんなところで、今回の動画は終わりとさせていただきます。ブロンズ、シルバーとボスを倒しまして、残るダンジョンは、あと一つ。この世界での冒険もそろそろ終わり、なのかな？ぜひ、最後までお付き合いしてくれると嬉しいです。それでは今日はこの辺で、またね。おー。